こんちは。4G 好きな拠点ランキングやっていきます。MH4G に登場する町や村、いわゆる拠点を好きな順に紹介していきますよ。お分かりの通り、超個人的な企画だから、順位はほぼ演出上のものと思ってほしいよ。4G は世界観も素晴らしいゲームだから、その辺を深掘っていければいいね。評価にあたっては雰囲気や実用度で測ってます。と言っても、体裁上後付けした形ですが、雰囲気は空気感と BGM、実用度は施設面や動線ですね。そんな厳密なもんじゃないから、なんとなく立ち寄っちゃう順ってのが大きいかな。ぜひ肩の力抜いてみていただきたい。魅力的な拠点を一つずつ振り返っていこう。それでは始めましょうか。比較スタート。第5位はチコ村。ポカポカ島も含めてのものだよ。物語では中盤に登場しますね。ゴマちゃんに襲われてたどり着く島です。住人はおばあちゃんとアイルーだけ。4シリーズでも頭一つ抜けた平和さを誇ります。ここ、陸路は愚か回路もないんだって。孤島より孤島してるよ。平和さに加えて神秘的な雰囲気もあるね。とにかくほのぼのしてる。少し離れた場所にはポカポカ島が存在します。こちらもいるのはアイルーのみ。こんな感じで和む場所ではあるんですけど、正直裁縫理由に乏しい拠点ではありますね。施設らしいものが投げやみましいしかないからね。モンニャン隊は部屋から行けるし。周回理由ってデメキンくらいしかないんじゃないかな。ガノトトス素材は集まり終わりだしね。タルジーにしてもあんまり使いませんしね。猫の火薬術で代用できちゃうし。そもそもギルクエ140ともなると固定ダメージの効果も薄まるもんな。それと、ストーリー面に関しても、どうしても印象に残りづらい扱いになってます。我らのダンも事故でたどり着いており、ストーリーの根幹に関わるような事件が起きません。村長をめぐるストーリーは面白いんだけど、これもプラスアルファのことだからね。ってなことを総合して最下位にさせてもらった。別に嫌いなわけじゃないんだけどな。これについては他の印象が強すぎるってのがありますね。仲間が増えたり、重要な施設があったり。ただ実際、ワールドマップからここに飛ぶことはめったにないです。海辺の雰囲気とアイルーは可愛いんだが、我々的にはそこは一番ではないからね。第4位はシナト村。竜神族だけが住んでるね。村会の最後に訪れることになりますね。極めて標高が高い場所にあるようです。こちらもチコ村同様に落ち着いた雰囲気ですが、竜神族とアイルーではまた違う印象ですね。竜神族は何かと重要なポジションにいるからな。伝説の職人とかここの出身らしいし。彼らは数が少なく高度な技術を持ってて、隠れ里的な魅力がある村だ。そうした竜神の秘術は実際に利用することが可能。施設面ではマカレンキンの存在が大きいです。シリーズ初登場となる5隻の再利用、それからエキス系の増殖は画期的でしたね。競争エキスを直接生み出せるのはかなり珍しいね。スタミナ使う武器にはありがたい場所だ。5隻の錬金は言わずもがな重要な要素。決勝の許す限りぶち込もう。これらもあって最後まで行く機会は多めですね。実用性は高いと言えます。それとストーリー面での印象も割と強いです。恐竜ショーやシャガルはここで見つかります。シャガルについては全部シナト村以降の話だよね。団長の持ってた鱗の謎もここで解けるし。ラスボス討伐の拠点と考えると、インパクトは大きいと言えるだろう。大僧正周りの演出も良かったですしね。手法としてはよくあるやつですけど。ただ、我々的には 4G であんま訪れてないんだよな。せいぜい競争を作るときくらいで。5隻錬金が面倒になってるだけなんですが、ギルクへ回ってるとどうも足が伸びないんですよね。4自体はある程度ここにこもってた覚えがあるんですが、4G だと気が向いたら寄る程度です。錬金ってみんなどのくらいちゃんとやってるんだろ。ちょっと気になるところだ。総合すると、チコ村ほどではないが、あんまり訪れたい気にならない拠点になってるね。ここも雰囲気は嫌いじゃないんですがね。シンプルに他の方が好みかもです。第3位は名栗村だ。火山にあるモグラ族の村だね。ここで加工屋の娘が加わります。我らの段は名栗村で完成しますね。諸事情で初登場時はお通夜のような雰囲気ですが、本来は活気がある職人たちの村です。っていうか色々と暑苦しいよね。画面真っ赤だし、みんな元気だし。とはいえ活気があるのはいいことだ。溶岩が流れる前の雰囲気も好きだけどね。何気に名栗村ってレアですよね。雰囲気はまんま地底洞窟です。そして名栗村といえば発掘武器の研磨ですね。施設はここだけですが、これがまあ強い。ギルクエ勢としては欠かせないからね。なんせ見た目の確認すらここ以外でできないし。ここに来たってことは、採用圏内の武器が出てるってこと。おのずとテンション上がりやすい場所かもね。地味だけど重要なのが発掘武器の変換ですね。不要な武器を旅団ポイントに変えられますが。
まとまってポイント稼げるのも唯一無二。レア銃をまとめて溶かすのも面白いものです。他、ストーリー面でもここはかなり重要な場所だ。なんせ、船の製作と強化どちらもここでやってるからな。ここがなければ進行相当不便でしたね。プレイヤー目線ではタッチで終わりですが。物語をもう一歩進めるための拠点として、思い出深い場所になっています。村にいると溶岩が真っ赤でチカチカはするんだが、個人的に応援したくなるのはここは。ストーリー中はいろんなモンスに邪魔されて、割と不運な立ち位置になってますね。地底火山なんて強いモンスの巣窟なんで、場所的に仕方ないんでしょうけど。BGM はあんまり刺さらなかったが、全体的にはいい印象を持ってるよ。単純に訪れる機会も多いから、接触回数の問題かもしれないが。応援したいって気持ちは本当ですね。ワイルズの世界でも元気でやってるでしょうか。第2位はバルバレ。MH4 始まりの街だね。街といっても、実際は集会所を中心としたキャラバンの集まりとなっています。設定上は集会所も常に移動しており、それゆえバルバレは決まった場所がありません。4と 4G のストーリー中は砂漠と遺跡平原の近くにある。他作品の時系列では別の場所にあるんだろうね。ここには世界中から情報が集まる。楽器という意味では殴り村に負けてないよ。我々、BGM はここが一番好きですね。集会所も込みの評価にはなりますけど。一番4っぽさを感じるのはここかな。オープニングの曲とかに雰囲気近いよね。ただ、ここは実用面では薄いと言わざるを得ない。なんせ特定の施設が一切ないからな。集会所上映まではここ限定ですけど、G 級以降はあんまり用もないですからね。人によっては全然行かないってこともあるでしょう。行く必要は実際チコ村よりありません。一方で、この街にもメリットは一応ある。普段使いする場所が近場にまとまってるんだ。街自体が小規模ですからね。加工屋や食事場がコンパクトにまとまります。我々、加工屋や商人を利用するときは大抵ここに来ます。すぐ回れるのでありがたいです。やっぱストーリー含めて一番思い入れあるからかも。4部分のストーリーもいいからな。我らの段はほとんどとここで出会いますしね。一番ドラマが詰まってると言っていいです。さっきも言った通り、何かと足を運んでしまう不思議な魅力を持った拠点って感じかな。4G でも大体ここを拠点にしてますね。まさにホームタウンといった感じ。特に探索時はここが便利かも。マイハウスと食事場が近いのいいですね。この点では実用性が高いと言えるかもね。結局一番使うのって食事と商人だし。動画でもここの BGM よく使ってるし、これからも色々お世話になるだろう。最近行ってないって方も、たまに訪れてはいかがでしょうか。第1位はドンドルマ。こっちは 4G の拠点兼 G 級の集会所だ。一応モンハンロスト F からの復活なんですが、あんまり触った人が多くないでしょうね。4G の村上位と G 級はここで展開します。拠点の追加はここ1箇所だけですね。その分、色々と詰め込まれてるよ。広いから入れやすかったりしたんだろうね。我々としてはやっぱりここが一番好きかな。さすがに触れる時間が段違いだ。プレイ時間は MH4 より 4G のが長いですからね。その拠点ともなれば自然と馴染みますね。街自体もストーリー展開で色々な顔が見られて、作り込まれた部分を感じられてよかったですね。大漏電含めて BGM もいいんだよな。厳かな雰囲気は 4G では珍しいね。ギルドの前線拠点ですもんね。心強さを感じられます。もちろん実用面でも強いです。恐竜ウイルス研究所がありますね。ようやく登場した恐竜化の対抗手段だね。手段って言っても石がもらえるだけだが。他にも王宮耳栓はかなり有用性が高い。シンプルに強敵相手に役立つよ。ドンドルマということで、しっかりアリーナまで完備です。ちゃんと歌姫いるの良かったですよね。こういうのって開発都合でカットされがちだからね。素晴らしい要素だよ。ゲーム的には闘技大会の場所だけど、追加クエストが展開するところでもあるね。印象に残るのは例の卵の組織の方ですが、この辺にしておきましょうか。ただ、ドンドルマにも弱点はあります。それぞれの施設がちょっと遠いんですよね。これは広さの裏返しだね。特にクエストカウンターと研究所が離れてて。初期位置も妙に後ろ目になってて、マイハウスですらかなり遠いんだよな。動線はちょっとバルバレに劣りますね。若干目的を持たないと行きづらくなってます。ただ、マイハウスから加工屋と商人は近いので、その辺の利用には問題がありません。重箱の隅、手ほど無視できる要素ではないか、明確なマイナスポイントではあるね。しかし、総合すれば拠点としては一番好きだよ。BGM の始まりは一番エモい。モンハンクロスの発売直前に聞いた時を思い出します。普通にうるっときましたからね。4G は我々が一番長く遊んでるゲームなので、今後これが更新されることはないと思います。またどっかで訪れたいなここは。
それか BGM 聴けるだけでも嬉しい。以上、好きな拠点ランキングでした。順位自体は毒にも薬にもならんもんだったが。順位はつけましたけど、どの拠点も魅力的ですね。しっかりとしたストーリー展開があります。4K は特にここに力が入っていて、モンハンの世界を歩いてる実感があります。この辺の描き方はほんと素晴らしいゲームだよね。拠点の作り込みもそれに寄与してる。それと、拠点の実用度とかつけてたけど、基本の施設はどこでも利用できるのがいいね。アイテム増殖、食事、加工にクエスト受注。これらはしっかり完備してますからね。拠点を変えればそれなりに雰囲気も変わるので、気分転換になっていいと思います。ただ、我々はやっぱりバルバリに行っちゃうんだよな。実用面では一番薄いはずなんだが。いくら移動しやすいって言っても、ほんと最低限のことしかできませんからね。これはやはり始まりの拠点の強さでしょうか。どうしても思い入れ強いです。いかにも4って感じがたまらんのよね。ドンドルマもいいんだけどさ。探索とか加工屋を利用するときとか、自然と手が伸びてることが多い。賑やかな雰囲気、元気出ますからね。今後も変わらないでしょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。